今回の動画では先日の生放送の内容からアップデート前にやっておくと良さげなことを紹介。それでは順番に解説をしていきます。今回のアップデートでは新たなオペレーターとして前半にはミフが、後半にはカミーユが実装されるので、各オペレーターの育成素材、特にミフの方は実装までまだ期間があるので今のうちに集めておくといいでしょう。各オペレーター1人当たりに必要な育成素材は上記の通り。今回に関してはバージョン期間中に危機契約があり、危機契約期間中はそちらの対応に育成素材を用いる可能性があるので、育成素材の在庫には比較的余裕を持たせておくことをお勧めします。各オペレーターにはモチーフ武器も実装されるので、気質集めもやっておくといいでしょう。ミフのモチーフ武器のスキルは筋力アップ、攻撃力アップ、技巧なので、気質が入手できる超域活性点は中枢エリアとオリジニウム研究パーク。一方のカミーユのモチーフ武器のスキルは敏捷アップ、灼熱ダメージアップ、流解なので、中枢エリア、エネルギー高地、始祖で入手可能。両武器の気質が合致している箇所は中枢エリアになりますが、スキルが全く異なるので、他の武器の気質厳選をしながらモチーフ武器の気質厳選もするといいでしょう。なお、強薬武器の方はファントムペインが中枢エリア、鉱山エリア、聖波砦で、等価の使命が中枢エリア、オリジニウム研究パーク、始祖となるので、強薬武器とモチーフ武器を同時に厳選するのであれば、ファントムペインは中枢エリア、等価の使命は中枢エリアまたは始祖がおすすめです。新たな常設コンテンツである先見演武は超域活性点とブラックジャックを掛け合わせたようなコンテンツ。戦闘時には戦闘設備を使用することができるので、非動部品などをある程度ストックしておくといいでしょう。また、プラットフォームのレベルアップには無料取引券が必要となり、レベル1から2で15万を消費した上で、初回からレベル4まで開放されているようなので、どれくらい必要になるかは未知数ですが、即座に最大レベルまでアップグレードしたい場合は、150万程度はストックしておいた方がいいかもしれません。1.2 後半で心臓修復施設のアップグレードが行われたので、1.3 で赤道鉱物などの追加があるのならば、天王原のグレードアップがあるでしょう。なので、天王原の取引券に関しては、6月5日のアップデートから逆算して、タンタンを配置していないのであれば、6月1日の13時0分頃、タンタンを配置しているのであれば、6月2日の13時0分頃からは取引を中断しておきましょう。今回新たな装備が3種類追加されますが、1.3 アップデートでは工業の要素の追加は鉱石数の追加程度、新たな設備や工業計画の追加は行われないようなので、各種新装備も非動、または測定、赤道装備部品のどれかを使用するものと推測されます。今回の新装備はミフとカミーユの性能に合致したものである可能性があるので、オペレーター1人分の装備部品、つまり各装備部品を1人当たり200個は用意しておくといいでしょう。機器契約は機器準備のイベントから逆算すると6月19日頃に実施されるものと思われます。難易度に関しては先日公開されたものはかなり高い評価値のものをショーケースとしているように見受けられたので、さすがに血ヘドを吐くような難易度にはならなそうという雰囲気でしたが、準備のスタンスに関しては本家アークナイツ側の機器契約と同じでいいでしょう。育成素材をある程度ストックしておいて、オペレーターをいつでも育成できるようにし、どのオペレーターが急に必要になっても対応できるようにしておきましょう。今回に関してはアップデート規模は小規模なものなので、準備しておくことも少なめというより、機器契約にかなり比重が置かれているといった印象。工業要素の追加はほぼなし、設備のアップグレードも新コンテンツである先見演武のみっぽそうなので、今回は前もってやることはあまりなさそうです。以上でアップデート前にやっておくと良さげなことの紹介を終わります。ご視聴ありがとうございました。